ハロー YouTube! 久保田望のアンテナ。ということで今日は5フォース分析パート2について話をしていきたいというふうに思っております。これ具体的な例でちょっと考えていきましょうか。例えば Apple っていう企業で想定すると、ここでいう買い手の交渉力、買い手っていうとちょっとピンとこなかったりしますよね。でも買う人なんで消費者、Mac の例えばパソコンを持ってる人とか iPhone 買ってる人とかっていうふうになります。これどうでしょう。 Apple に対していやーこの値段ちょっと高いっすね、もうちょっと安くなんないですかっていう人って見たことあります？おそらくないですよね。そんな風に買い手の交渉力ってこれ別に高くないんですよ。この価格って言われたらその価格で買ってくれるっていうのが買い手の交渉力ってことになります。つまりこれ低い状態であればあるほど企業にとっては利益が出やすいよねっていうことなんですね。でこれを維持するためには当然ブランディングっていうのが必要だよねっていうことになります。じゃあ売り手の交渉力、これどうでしょうか。例えば Apple に収めてる iPhone の、製品を作ろうとしている時に iPhone にこのスクリーンの部分を提供している企業とかがあったとして、いやもうちょっと高い金額払ってくれないとうちはちょっと下ろせないなみたいなことってあんまり想像つかなくないですか。そういうのが売り手の交渉力なんですよ。当たり前なんですけど、この交渉力が低ければ低いほどいいわけですね。この利益が高まりますよねっていうことなんです。でじゃあ新規参入者の脅威、この辺はどうですかね。これは実はあるわけですね。新しく例えば格安 SIM のスマホとかがですね出てきていたり、定額で使える携帯とかっていうのが大量に出てきたりしてますよね。そうすると iPhone っていう高いブランドじゃなくてもいいんじゃないのっていう風なムーブメントっていうのが起きやすかったりする。じゃあ既存企業の競争、これ何かっていうと、これ例えば Android 端末とかっていうのがこの既存企業の競争なわけですよね。もともとあるけれども真正面から戦ってるよねと。例えば新興国とかでは Android の方が圧倒的にシェアが高かったりするわけじゃないですか。戦う土壌が違うかもしれないけど競争は激化してるわけですね。ここをなるべく低くできた方がいいよねっていうことなんです。じゃあ代替品って何でしょうかね。例えばじゃあタブレットでもいいんじゃないのとかですね。アプリが使えるんだったらそもそもパソコンを買って、スマホってなくてもいいんじゃないのとか、スマホじゃなくても何かしらの別のものでいいんじゃないのってことが起きれば、それが代替品になってしまうわけですよね。例えばスマートフォンがなかったとしても SNS につながる状態になってればいいよねみたいなことが今後例えば起きてくれば、そういうものが代替品になる。例えば Google グラスみたいなメガネの端末とか時計の端末とかでそういうのができればいいんじゃないのみたいなのがこの代替品の脅威とかになります。なので基本的には完全競争と完全独占の間に企業の利益があるわけなので、なるべくこの独占状態になるためには脅威、交渉力、脅威、競争、交渉力、これそれぞれに対して力を発揮する状態っていうのを作ることが求められています。マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。